ご覧いただきありがとうございます。誠もどきです。今回ご紹介するのは T1 所属オナー選手です。彼は今年の世界大会で普段はとても良いプレーをしているのに、変なデスをしてるなこの試合はと思っていたら、実はリワーク後使ったことがないばかりか、スキルもあまり分かっていないムンドを負ければ敗退の世界大会準々決勝 BO5 の2スコア、絶対に負けられない舞台でピックするというムンド事件を起こした選手ですね。そしてその試合で勝利を収め、そのままの勢いで優勝、前人未到の世界大会3連覇を成し遂げました。そんな彼のアンベッサジャングルを今回はご紹介いたします。今回のルーンはこちら、ほとんど一番人気のルーンを選択しています。最後の慈悲と排水の陣は相手の構成を見て選ぶか、割と好みでいいと思います。今回は比較的柔らかい相手が多いですので、最後の慈悲で倒しきりたいといったところでしょうか。それでは試合を見ていきましょう。アニビアトップが GP を削り、相手のボットがこちらのボット側ジャングルに入ってきます。これを見てトップ側の敵ジャングルへ、リリアはラプタースタートすることが多いチャンピオンですので、それを読んで待ち伏せます。大ラプターは取られてしまいましたが、小をかすめ取りHP を削って追い出します。その後ミッドでハードトレードが行われているためガンクへ。リリアもカバーに寄せていたためお開きに、ラプターを買っているところでリリアがミッドの経験値を吸い、レベル2になりこちらのジャングルに入ってきます。ギリギリで小ラプターのタゲが切れてしまい、少し取られてしまいましたが、リリアを追いかけ倒しきり、セジュアニとタイマンへフラッシュの読み合いになり、その後先ほどセジュアニが置いていたワードに移ってたため、こちらの視界外から急フラッシュでデスしました。序盤特有の限界ファイトでした。青バフとグロンプを食べた後カニへ。リリアと鉢合いましたがカニを抑えたものの、赤バフを持ち、先ほどのファイトでフラッシュを落としていないリリアは強気に仕掛けます。それに対してミッドの主導権があるライズが先に寄せてフラッシュから EW でスネアにしますが、フラッシュインを見たリリアはすぐさま W で反応。スネアしながらも前進し、ライズに W の中心を当てたため、ライズはドットダメージでです。アンベッサがリリアに殴りかかりますが、Q2 をフラッシュで避けられ、
ブリンクしながらレンジの伸びた AA でとどめを刺しに行きましたが、リリアの MS アップで追いつけず、最後はセジュアニのキルに0-2トレードになってしまいました。その後ラプターを食べ、リリアがボット側にいることが確定しているため、このブッシュにワードを置きミッドを守ります。順番にクリアしていきミッドに寄せます。知る由もないミッドセジュアニのダメージを見極められず、ベイトしたライズがデスしたものの、アンベッサがシャットダウンを獲得しました。リリアがボットでガンクに失敗しデスしたため、ラプターを食べリコール。グラブが湧く時間が近いため、トップ側のカニエ、リリアはそれを読み、こちらのジャングルに入ってきた後、ボットガンクし成功。アンベッサはグラブを抑えた後、 HP の削れたセジュアニを狙いに行きます。かなり気分の悪いガンク。アンベッサはレベル6までガンクすることが難しいチャンピオンですが、レベル6以降は R を当てられるのであればかなりガンク性能が高いチャンピオンになります。その後甘えたライズがですし、トップ側ジャングルをクリアした後、ミッドカバーへ。リリアがトップに見えたので敵グロンプを食べて、こちらのボット側ジャングルを食べたところでミッドの少数戦を見つめます。フラッシュインから R でキル獲得、肝ポイントも稼ぎました。そしてその後アンベッサは順調にキルを獲得していくものの、チーム全体としては不利を背負っていくような展開に、獲得していたヘラルドをミッドにぶつけてタワーを破壊した後、少数戦に。リリアが視界外からエズリアルに E を当て、アンベッサに Q でマークをつけて R を発動。エズリアルはクレンズで CC を解除。アンベッサはヘラルドに乗り込むことで乗り切ろうとしますが、スマイトで倒されます。スリープ状態になりピンチかと思われましたが、この時点で赤月、精進、マーキュリーブーツまで完成しているアンベッサは無類の強さを誇ります。バッタバッタと敵をなぎ倒していき、GP のタルを避けながら GP に組みつくため R したものの、タルは不発でしたが、メルの E とタイミングがかぶり GPW で解除されてしまったため下がります。ここまで肝めの R と機動力を生かしてゲームを進めてきましたが、ゴールドでは有利なものの、アンベッサ以外はあまり育てていないため、アンベッサがこけてしまえばすぐにでも崩壊してしまいそうで、アシストをつけず関わった全てのキルを自分のものにしているため、完全にオナー選手がキャリーするか否かというような展開に、その後アタカン周りの視界をめぐって集団戦へ。先ほどから集団戦を破壊しています。手前から一人ずつ引き殺していき、花を摘む余裕さえあります。スマイトでスローを付与し、敵に当たらずともミニオンに当たる場所で Q を振り、
E でスローを付与して逃さないように、2この R に対してアンストッパブルがついている R で対応。ミスフォーチュンが R を打ち込んできましたが正面から叩き潰しました。ジャングルを含めて3-1トレードに成功したため、そのままアタカンまで獲得しました。その後敵ジャングルに入った後、その帰り道で敵に包囲される形から集団戦に。リリアを落とし、スリープに対してしっかりと R で解除。ミスフォーチュンには当たりませんでしたが、その後2個 R をもらう前に急に E でスローを付与した後 R を食らったことでミスフォーチュンとの距離を離されず、 CC 明けの Q スマイト AA でミスフォーチュンが蒸発。後ろから合流してきたエズリアルたちと共にセジュとニーコを倒しました。ブッシュに隠れていた GP に襲いかかり、丁寧に樽を割りながら戦いますが、9-2の判定が終わった瞬間にフラッシュをすることでギリギリ逃れようとしたものの、判定が終わる前にフラッシュを切ってしまったことで失敗。しかし GP も取り切って5-2トレードとなりました。そして最後の蹂躙へ。サモナーが退場しました。いかがでしたでしょうか。いくらトッププロといえども KR チャレ隊でここまで無双する試合はなかなかありません。ぜひこのリプレイを紹介したいと思って投稿したのですが、その一方でもともと解説動画だというよりもあくまで見やすくまとめられたリプレイに少し補足して、用語とスキルはある程度覚えてきたけど、実際の試合で何が上手くてどういった動きが強いのかあまり分かっていないという方や、シンプルに KR コーレートの上手いプレーが見たいという方に届けばいいなと思いながらやっているといえども、解説とタグをつけて投稿している以上、もう少し解説しろのあるリプレイを紹介した方がいいのかなという思いもあり、基本的には拮抗した試合や明確にここは解説的なのを入れつつ見てほしいなというシーンがあるリプレイを採用してきていたので、このリプレイは今までの基準だとボツに分類されるのですが、あえて投稿してみました。無駄に長くなってしまいましたが、要約すると解説要素は薄いんだけども、ただただ無双しているような試合でも需要はあるのかなということをお伺いしたいという話でした。もしよろしければこの件についてご意見いただけるとありがたいです。最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いできるのを楽しみにしております。大きにご苦労さん。